こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、保護者対応クレームゼロの奥義、空雨傘理論、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。保護者からのクレームって嫌ですよね。寿命が縮まるぐらい怖くないですか？クレームかもしれないっていう電話が職員室になった瞬間、本当寿命縮まるぐらい怖いじゃないですか。でも自分への電話じゃなかったら、ああよかったって安堵して、自分への電話だったらもう本当生きた心地がしない感じで職員室の通路をテクテクテクと歩いて電話に出るなんていうね、本当肝を冷やす瞬間あると思いますけれども、これっていうのは結構教師の意図が保護者に伝わっていないがゆえにボタンの掛け違いが起きてしまって、結果的にクレームとなって保護者がカンカンとなって、あるいは不信感から連絡をしてくるっていうことが結構あったりするんですよね。じゃあどうするのかといったら、ボタンの掛け違いを起こさなければいいんです。この動画最後までご視聴いただければ、教師の意図が保護者にしっかりと伝わり、結果的にクレームがなくなっていくような説明の仕方のすごく簡単なフレームワーク、枠組みを紹介していきたいと思いますので、あとはもうそれにのっとって今後保護者への連絡をしていただいたら十分いいんじゃないのかなっていうふうに思います。とっても有益な動画になると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。はい、本当だったらここでね、可愛い女の子の声で宮沢優衣教育研究所って言ってくれるんですけれども、あれ僕の娘の声なんですけれどもね、今日残念ながら編集ができません。というのもですね、我が家の Wi-Fi がなぜかちょっと不調で動かなくなってしまいまして、明日その Wi-Fi ルーターの修理に来てくれるんですね、人がね。だから今日はちょっとできません。編集もできないし、それを YouTube に Wi-Fi 上でアップロードするっていうこともできないので、もう今これスマホで撮ってますけれども、スマホで撮ったものを 5G でそのまま YouTube にアップロードして編集なしでそのままちょっと素材のままお届けしたいと思いますけれどもね、料理も素材が美味しければそのまま美味しいじゃないですか。変にねソースとかケチャップでごまかさなくてもですね、今日は素材のままお届けする。素材が良ければ多分ねいい動画になると思いますんで、僕と皆さんのね裸一貫ぶつかり合い勝負でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにこの動画の右上に歯車ボタンがあって、それをポチッと押して字幕ボタンを押すと日本語っていうのが出てきますから、ちょっとせめてものあれですけれどもね、日本語の字幕があるとちょっと見やすくなるかもしれません。よければねやってみてください。よろしくお願いします。すいませんね、はあって感じですけど、はい、結論からお伝えしますね。保護者からのクレームゼロの奥義は、結論、空雨傘理論で保護者には連絡をしていきましょう、説明をしていきましょうということですね。もう理由は簡単ですよ。保護者と教師のボタンの掛け違いがなくなるからっていうことですね。では今からこの空雨傘理論というものが一体何なのかっていうのを簡単に説明して、そしてそれを学校現場教室の中に落とし込んでいくとどういうことになるのかなっていうのをすごく分かりやすく解説していきたいと思います。まずはですね、空雨傘理論というのは何かっていうと、これそもそもビジネス界隈で使われるフレームワークというのは思考の考え方やり方なんですけれども、空っていうのは現状認識のことです。空っていうのは現状認識のこと。僕たちがドア開けて外にお出かけするときにまず空見ますよね。だって心配ですからね。空を見たときに晴れてんのかな、曇ってんのかな、雨降ってないのかなって見るじゃないですか。これですよ、空、現状認識っていうことです。でこの時に黒い雲が見えたら、やべ、雨降るかもしれないなっていうふうに思うじゃないですか。これが空、現状認識っていうことですね。続いて雨は何かというと考察です。本当はテロップ入れたいんですけれどもね、雨は考察です。空を見た時に黒い雲があるから、ちょっと午後から雨降りそうだな、これ考察ですね。結果から自分自身が考えることってやつです。現状認識からの考察っていうことですね。で結果的に最終的に空雨傘、もう分かりますね。空に黒い雲がある、雨が降りそうだな、じゃあ傘を持っていきましょうかねっていう解決策を導き出すことができるっていうことです。この空雨傘理論っていうものを多分誰もがおのずと自然とやってるんだけれども、これを第三者に説明するときにきちんと空雨傘理論に基づいて説明をしてんのかどうかっていうところに案外不備があるがゆえに、空がなくなっちゃったり雨がなくなっちゃったり傘がなくなっちゃったりして、保護者からしたらですね、担任の先生一体何考えてるの、どういうことっていう不信感を抱かれてしまうっていう残念な結果になるんです。じゃあこれを学校現場に落とし込んでいくとどういうことになるのかな、そして保護者に対してどういうふうに説明をしていったらいいのかなっていうところを説明していきたいと思います。
まず今の空雨傘を教室で落とし込むとどういうことになるかっていうと、例えば空でいうと現状認識なので、じゃあ算数の授業を行っている時に子どもたちが割り算の計算をしていました。子どもたちの様子を見ていたら、ある子どもがですね、割り算の計算で手が止まってしまっていました。これですよ。現状認識っていうのはそういうことですよ。どの先生もやっていますね。そこから空から雨に行くわけです。考察に行くわけですね。その子供の様子をよく見ていると、ただ手が止まっているだけじゃなくて、どうやらもしかして割り算の手順云々の前に九九のやり方が頭の中入ってないんじゃないっていうようなことを考察することが時にありますよね。これが空雨ですよ。で最後傘。じゃあ今まで割り算の筆算の手順とかを徹底的に教えてたんだけれども、いやもしかしたらこの子そうじゃなくって九九を教えてあげるっていうか、九九表をもう持たせてあげた方がよくないかなっていうふうに解決策が導き出されていくわけですよ。これが教室現場でいうところの空雨傘っていうことですね。やってますよね、どの先生もね。ただこれを教室の中で行う話じゃなくて、今日は保護者への連絡のお話なんで、この空雨傘をちゃんと丁寧に説明すれば、あ、そういうことなんですね、割り算ができないんですねうちの子供、でもそれが九九ができなかったんですね、私母親だけど気づいてませんでした。で九九表を準備してくれるんですか先生、ありがとうございますっていうふうに普通に連絡ができていますよね。ところがこの空雨傘が1個でもなくなるとおかしくなってくる。ボタンの掛け違いが起きてくる。今から空雨傘がないバージョンの担任から保護者への連絡をちょっと紹介してみたいと思います。例えば空なしバージョンですよ。空っていうのはだから現状認識ですね。空黒い雲がかかってる、これがないとどうなるかっていうと、こんな連絡になっちゃいます。プルルルプルルルって電話してですね、お母さんですか、いつもありがとうございます。お子さんなんですけれども九九を覚えてない気がするんですよね。なので九九表を持たせていいですかっていう連絡になるわけですよ。すると保護者からしたらびっくりしますね。九九、うちの子の小学5年生ですけど、九九って小2ですよね。小学2年生ですよね。なんで急に九九の話どういうことですかっていうふうにちぐはぐなってくる。これ何が足りなかったかっていうと、現状認識ですよ。教室の中で担任が手が止まっていて、もしかしたら九九が弱いのかもしれないなっていうような、そこに至るまでのプロセス、教室での子どもの様子の説明がなかったっていうことですね。これが不信感につながってくるっていうことです。続いて雨なしバージョンです。雨っていうのはもしかしたら雨が降るかもしれないなっていう考察なしですね。九九表が必要かもしれないなっていうこの考察なしバージョンの連絡、ちょっとやってみたいと思います。電話してみました。保護者に対してプルルプル、お母さん出ました。もしもし、宮沢です。何々さんなんですけれども、割り算の計算で算数の授業中にいつもちょっと最近手が止まっちゃってるんですよね。なので九九表を持たせたいと思いますっていう電話をかけちゃったとした時に、保護者からしたらもうびっくりですよ。思考停止しちゃいますよね。割り算できないんですね。九九表なんで九九表突然出てきた。保護者の中には割り算がその九九から成り立っているプロセスとして九九の力が必要っていうことがよく理解できてない人もいるわけですよ。結構ポーンと思考が飛んじゃうわけなんですよね。説明としたらちょっと不備があるかなというふうに思います。そして最後傘なしバージョン、解決策なしバージョンです。こんな感じ。もしもしお母さんですか、〇〇さんなんですけれども、いつもですね割り算の算数の割り算の時にですね、練習の時に手が止まっちゃってるんですよね。これ僕ちょっとよく見てたんですけど、もしかしたら九九が頭の中にまだね入っていない可能性があるんですよね。はい。で何なんですかこれ。解決策なしバージョンということですね。そんな教師いる、そんなことありえないでしょっていうふうに思われるかもしれませんけれども、案外いるんですよ。相談だけしてうまくできてない状況だけ
できなかった状況、分からなかった状況だけ保護者に伝えておしまいっていう先生が案外いたりするんですよね。職員室で電話の話す様子とか聞いてると、そういう先生本当たまにいるんですよね。そうするとやっぱり保護者たちっていうのは、じゃあどうしたらいいの、何をしたらいいのっていうふうに困ってしまうわけですよ。だから一応解決策として九九票を持たせますよとか、九九票ってお家にもありますか、よければそれ宿題の時使ってもらって全然構いませんからねっていうような解決策の提案をしてあげると、分かりました、ありがとうございますっていうふうにきちんと学校と家庭で連絡が取れるようになっていくっていうことですね。ということでございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、保護者からのクレームゼロの奥義、空、雨、傘理論、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、まとめていくと空っていうのはきちんと現状認識、教室で子どもたちの様子ってどんなんなんっていうのをちゃんと伝えるということで、それを伝えるだけじゃなくて、教師というフィルター、この目を通した時に、お子さんはこうだからできてないんだよ、こうだから今すごくうまくいってるんだよっていう、このフィルターをちゃんと伝えてあげるっていうこと、教師の思い、考え方っていうことですね。だからお子さんはこういう解決策を講じていくともっと伸びていきますよ、ガンガン伸びていきますよっていうのを伝えてあげると、なるほどねって保護者もきちんと理解をしてくれるっていうことですね。階段のようにステップバイステップで一段ずつちゃんと説明をしてあげると、お互いの説明の掛け違い、ボタンの掛け違いっていうものはなくなっていくと思いますんで、良好な学校と保護者、家庭の、関係性がね築いていけるんじゃないのかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今日はですね、編集なしで動画一本撮りでやってみましたけれども、結構緊張しました。汗ばんできましたけれどもね、いかがだったでしょうか。これは本当すごく大事なことで、他のことでもすごく応用できます。子どもへの説明とか指示なんてまさにそうだと思いますね。やっぱりいきなり指示すると子どもたち拒絶しますよ。拒否反応起こします。もちろん表だっては言いませんよ、子どもたちの多くは。でも心の中で確実にモヤモヤを抱いてるんですね。教師からきちんと今こういう状況だよね、だから先生こういうふうに思ったんだ、だからこんな解決策どうやってみないっていうふうに三段で伝えてあげると、なるほどねっていうふうに思ってくれるし、学年会議とか職員会議の提案とか、あるいは意見を言う時にも今こうですよね、これってもしかしたらこういう要因があるのかもしれません、だから私はこういう意見を持ってるんですけどどうですか、どう思いますかっていうふうに伝えてあげると、周りの同僚もなるほど、一理あるなっていうふうに思ってもらえるじゃないですか。結構緊張しちゃったりドキドキしたりすると、この空、雨、傘のうちのどこか一つ、あるいは複数抜けたらもうどうしようもないですけれども、どっか抜けちゃう可能性があるんですよね。だからこれ気をつけて意識していくだけで、ちょっと喋りが連絡が苦手な先生もうまくバッチリ学級経営も保護者対応も、そして学年の同僚の先生とのやり取りもうまくいくと思いますので、よければねトライしてみてください。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよ、編集なしでも頑張ってたじゃんっていうふうに思ってくださる方がおられたらですね、よければいいね、コメントしていただけると励まされますんで、よければよろしくお願いします。またこの動画をですね、皆さんと同じ職場で働いておられる同僚の先生がおられたらですね、大切な同僚の先生がおられたら、よければシェアしていただけるとすごい嬉しいです。多分若手の先生ってこういうところでつまずいちゃって、保護者との関係ね、お互い子どものことを大事にしているのにいがみ合っちゃうっていう悲しい結果が起きてしまうことも多々あるんですよね。もったいないと思いますので、もしよければ皆さんと同じ職場で働いている同僚の先生にこの動画シェアしていただけるとすごい嬉しいです。ただ普段はちゃんと編集してるよっていうのを教えてあげるといただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、今日は保護者対応でしたけれどもね、お見逃しのないようによければチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。多分明日も編集なし動画になる可能性が高いですけれども、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。